らこっちが甘えてんすよ。いてくれてんだろうって。一期一会っていうか、一瞬一瞬を燃えるように生きてないとダメなんだと思うんです。後でいいやじゃない。今やろう。今絶対やんなきゃな。もうそれを熱く燃やさないと。ネギとか、あとスライサーのセット。はい。切りたての九条ネギとニンニクとかニラにもなんか、はいはいはい、ユーカリの乳成分して共通の匂いがどっかにあるんですよね。うん。らっきょうとかも。なんでかっていうのは、一番最初まだアルペ難民センターがあるわけで、というか、アルペ難民センターにラーメン作りに行ってたじゃないですか。そしたら、原品の山口社長が、僕がそんな話したら、いや、こういうとこもあるよって、来てほしいわって言ってたんですよ、前に。で、ふとこう、急に僕思い出して、あ、そういえば言われてたのと思って、で、すぐにここに電話して、ラーメン作りに行っていいですかはいみたいな感じでしたけど。電話したんですか？飯田さんがですか？僕は電話しました。あ、そうそう。本当に電話来たんですか？そうですね。で、もう端的にラーメンを食べさせてあげたいんですけどって言われて、どういうことだろうって思って最初は結構ハテナが飛びまして、最初は本当に戸惑った。やったこともないことですし、食事ってなかなかいろいろ気をつけないといけないことがあるので、結構ハードル高いなと思っていたんですけれども、もうあまりにもこう自信たっぷりに、そしてまっすぐにラーメンを食べさせてあげたいって言われると、やっぱりそれは私も食べてほしいなって思って、はいお願いしますっていうふうに言ってましたね。子どもの運動会が土日でも休まないぐらいなので、よっぽどのことじゃない限り土日は休まないんですけど、まあこんな機会はなかなかないですし、どこのラーメン屋さんでもできることではないと思うんですよね。経験できることでもないというか、ここに来てこういったチャリティーイベントとかに参加すると、そのラーメンの力を改めて感じることができるというか、より自分の仕事に対してプライドを持てますし、もっとしっかりした仕事をしなきゃいけないっていう感じで気が本当引き締まるというか、はい、正されます、はい、なんか来る来ないっていうのだけでも多分違う、何ができるかとか、なんか来て逆になんか足引っ張ったりするかもしれないですけど、なんかここに来ることに意味があるんじゃないかなと思うし、その同じことを同じ空間でやるってことも、行動するってことも大事だと思いますしね。自分の仕事を役に立ったりとかできるっていいっすよね。親御さんも嬉しいと思うんですよね。でも酒そういいんじゃないですか、そうそう。もう酒そうっすね。
これ使ってください。のサインです。あ、よろしくお願いしお願いしま。ます池田さん。池田と申します。取材で参りました。はい。開けます。ショップ。これ輪っかオーバーしても大丈夫だったんですか。これミルキが山田さん。飯田商店のラーメン、醤油ラーメンそのまんま。まんま飯田商店です。ここのとこ鶏ガラをちょっと増やしたりとか、そして小麦のへの考え方も少し変わったりとかっていう、まあ良くなってんですよね、また最近。あとはあえて言うならその梶原シェフが豚バラをどうせ松茸で炭を起こしたからもったいないですねって言うから、じゃあ豚バラ焼いちゃいましょうかって話になって、そこはちょっと遊びましたけど、ラーメン作る時も全力ですよ。見てろよみたいな。今日は外でラーメンのイベントをやってます。ちょっと足をちょっともうちょっとリラックス。全身使って盛り付けるの。盛り付けて手だけじゃ手だけでカチッてなるから、膝とか腰とかも全部柔らかくしてやるとふわっと盛る。なかなか予約取れへんね。取れへん。Steam rising, bowl in my hands. Every flavor sing, finally understand. With every bite, the world fades away. You sit across, and I just wanna say, when I'm with you, it's all I need. Like the warmth of broth, my soul is free. Just your presence, nothing more. Forever with you, I could ask no more. は誰かな。誰かって。いただきます。した。はい、慌てすぎや。はい、今度入れようか。Noodles dancing, tender and true. Every slap reminds me I'm close to you. Simple moments, yet I realize happiness is here right before my eyes. Stay by my side through night and day, like ramen's embrace.
めっちゃ美味しい。やっと食べれる。やっぱりまあ一人一人いろいろ顔を見てお話ししながらやったんですけども、まあ病気だよなっていうね、どう考えたっているわけじゃないですか。で、また来るからねって言いたいんですけど、なんかそこがね、簡単にそんな約束しちゃっていいのかなとか、そこがねすごく辛いっていうか、こっちもね辛いというか、僕らは辛くないけど、簡単なこと言えないから、だから次またねとか、そうじゃなくて、今回に後悔がないぐらいに気持ちでやんなきゃいけないなって、やっぱ子供たちの顔見てたりとか、次またねって言っていいのかわからない自分を見つけたときに、もっと集中して、もっと後悔しないように、もっとその人たちに心を込めて魂をすり減らして作るべきだなと。これは普段もね、だからお客様が来てくださらないものってずっと自分の心情としてその言葉が好きで掲げてきて、でも来るか来ないかっていうこともそうだけど、本当に会えるのか会えないのかとか、そこまで考えを深くさせてくれたというか、だから普段だって次のチャンスには絶対とかっていう言葉をよく思ったりとかしますけど、ですね。だからもっと深く頑張ってないとダメなんだなって、胸張って今日の子供たちに、出せるもん出したつもりですけど、でもその一日終えてとかって考えると、もっとできたんじゃないかなって、っていうことを考えました、思いました。私も娘が2人いて小さいんですよね。同じぐらいの年の子で、何かと戦っている子たちが今日いたと思うんですけど、もし自分がその立場だったらって想像すると、例えば頑張ってねって言われること自体が何の意味があるんだろうと思うので、みんなもうそんなこと言われずに自分自身で戦っている子たちが多いと思うので、僕が応援できるような身分ではないというか、だから僕ができることを一生懸命ただひたすらにやって、普段通りにしっかりとラーメンを作るということに徹しようとは思っていますね。正直に言うと、娘に会いたくなりましたね。はい、子供に会いたいなっていうのが正直思いましたし、今日も女の子とかも来てましたけど、より自分も家族を大切にしていかなきゃいけないなっていうのを改めて、学ばせていただきました。また来ます。